皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画で有限差分式に基づく高精度数値微分法を紹介しました。本法では微分点での関数値の大きさに基づく刻み幅を使用することで、場合によっては倍精度計算において微分値が14から16桁の高精度となることもあります。今回はこの計算プログラムを示し、計算の流れを説明します。それではプログラムについて順に説明していきます。理解を深めるため、前の動画第8章 8-8 も視聴してください。1から3行目はヘッダーファイルの設定文です。本プログラムでは数学関数を使用するので、マス H を取り込んでいます。5行目は数値微分を計算する関数のプロトタイプ宣言です。これより4個の変数の受け渡しがあることがわかります。1番目はイント型変数です。2番目はダブル型変数です。3番目と4番目はダブル型のポインター変数です。7行目では計算に使用する有限差分式を指定しています。ここでは n イコール1と設定しているので、微分点の両側で2個の関数値を求めることになります。n には計算精度に応じて1から7の値を指定できます。10行目から12行目では指数関数を設定しています。しかしこれらの行は注釈文になっているので本計算では使われません。15行目では今回計算に用いる x3 乗の関数を設定しています。また16行目ではこの関数を解析的に微分した式を与えています。これは数値微分値の精度を確かめるために使用するもので、通常は必要ありません。17行目では微分点 x0 を与えています。ここではマイナス2における微分値を求めます。19行目から33行目はメイン関数です。21行目は本関数で使用するダブル型の変数を設定しています。23行目では x0 イコールマイナス2での関数値の絶対値を求めています。すぐ下の2つの式にこの絶対値が含まれることから、わずかですが計算時間の節約のためその値を事前に計算して A ファンクに割り当てています。24行目は相対誤差の最小値を推算しています。25行目は相対誤差を最小にする刻み幅の計算です。23行目から25行目までの計算については前の動画を参照してください。26行目では設定した値を微分値を計算する関数へ引き渡しています。本関数が実行されることで RE に相対誤差、dy に数値微分値が戻ってきます。27行目から31行目では計算のために設定した値と実行結果が出力されます。これらの行は必要に応じて修正または削除してください。35行目から83行目は数値微分値を求めるための関数です。それではこの関数の中身を説明します。37行目から39行目では本関数で使用する変数を設定しています。配列 A には有限差分式中の係数が入力されます。その他は有限差分式に含まれる値です。前の動画の計算式と本プログラム文を比較し、計算の流れを確認してください。41行目から45行目では有限差分式に含まれる値を計算しています。47行目から75行目のスイッチケース文では
N の値に応じて有限差分式中の係数を配列 A に設定します。ここでは N イコール1なので係数1の値が割り当てられます。77行目から79行目では41行目から45行目で計算した値と N に応じて設定された係数を使って有限差分式中の値を計算します。81行目ではこれまでに求めた値を使って微分値を計算しています。ここで dy はポインター変数なので計算した微分値はメイン関数で設定した dy に対して割り当てられたアドレスに格納されます。これにより本関数を実行した後にメイン関数でこの微分値を直接参照できるようになります。詳細は第10章10の10を参照してください。82行目では数値微分値の精度を評価するため厳密な値に対する計算値の相対誤差を求めています。これもポインター変数なので計算値をメイン関数で直接参照できます。一般的な計算ではこの行は削除してください。以上が高精度数値微分法に対する計算プログラムの説明です。それでは計算例を次に示します。これは関数 x3 乗に対して微分値計算を行った時の出力結果です。微分点は1とマイナス2に設定しています。また n は1と4にしています。これより両方の微分点での計算値とも n を4に設定することで相対誤差は丸目誤差程度の精度で得られていることがわかります。この計算精度は当然ながら関数の種類により変化します。しかし n イコール4に設定すると多くの場合悪くても相対誤差が10のマイナス10乗程度で得られることを確認しています。n を4よりも大きくすれば精度はわずかに向上しますが関数値の計算の回数が多くなります。微分値を繰り返し計算する場合には計算時間が気になるかもしれません。よって通常は n イコール4にすることを推奨します。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。